こんにちは、白井塾の白井です。今回はこういった形の全化式を解いていきます。いわゆる分数型全化式ってやつですね。これ解き方が何通りかあるんですけれども、今回は一通りだけ紹介します。で、まず最初に確認したいのが、右辺が約分できるかどうかってことなんですね。右辺が約分できればそれは an プラス1イコール定数という式になるので、それがそのまま一般項となって、もうそれで終わりってことですね。で、どういう時に約分できるかっていうと、P 対 Q が R 対 S の時、つまり、PS が QR の時、この時は約分できて、もうこれ以上全化式を解く必要がなくなるので、ここからは PS が QR ではないという前提のもとで話を進んでいきます。で、この条件は後で必要となってくるので、こっちに書いておきます。で、この AL を BL で置き換えていくわけなんですけれども、こんな BL を用意してみます。こう置き換えて、BN が B という数列が公比 R の等比数列となっているような、そんなようなアルファ、ベータ、R が定められれば、BN の一般項が求まって、AN が求まるってわけなんですけども、注意しないといけないのは、ここでアルファとベータが同じだったら、BN イコール1という AN と関係ない式になってしまうので、アルファとベータは違う値じゃないとまずいと。それともう一つ、分母が0にもなっても変わるんで、AN の N がどんな値を取っても、プラスベータをしたときに0にならないと。こういう条件が必要です。で、これを AN の形に戻してやって、アルファ、ベータ、ラージ R を求めるんですけれども、よくあるやり方としては、この自分の用意した全化式、これを変形していって、余式と比較して、係数を決定、係数比較をして、アルファ、ベータ、ラージ R を決定するっていう方法なんですけれども、今回はそれだとうまくいかないんですね。左辺の AN がちょっとややこしい形してるので、どう変形しても、余式と係数比較できるような形には持っていけない。ではどうするかっていうと、左辺を余式を使って変形していって、右辺と係数比較をする。統合が成り立つように、アルファ、ベータ、ラージ R を決定するっていうやり方をやっていきます。この自分の用意した全化式の左辺、ここの AN プラス1のところに、余式の右辺を代入します。そうすると、こうなります。それで、分母分子、両方とも R かける AN プラス S っていうのがあるので、これをかけてやります。そうすると、で、AN について整理してやると、こうなりますね。で、AN の係数が1になっててほしいので、分母分子それぞれこの数でくくってやって、そのくくって出てきた分数を別に書いてあります。
これでこれイコール右辺となるようなアルファ、ベータ、ラージ R を定めればいいので、ここが R になればいいわけですね。で、ここがアルファになればいいと。ベータも同様です。で、この AN の係数でくくり出したときに分数ができてしまったんですけども、この分数も0になってはまずいので、ここですね。これもそれぞれ0になっては困るということになります。で、このアルファを解いてみると、両辺に Rα×P を、Rα プラス P をかけて、左辺に持ってきて、こうなります。これ単なる二次方程式なので、トップとタイが2つ出てきます。これでアルファとベータを比べると全く同じ形をしているので、ベータも、2つの解 UV、アルファの解と同じになります。で、アルファとベータの組み合わせとしては、アルファとベータが同じだとまずいので、アルファに U を使うならば、ベータは V となって、アルファに V を使えば、ベータは U しかないと。この2通りが考えられます。どちらを使っても大丈夫だってことになりますね。なんですが、ここでアルファとベータが等しいと困るってことは、この方程式が重解を持ってたら困るってことなんですね。そういう時はどうなるかっていうと、アルファとベータが異なる値で、この等式、この等式を満たすようなアルファとベータが定められないっていうことなので、この方程式が重解を持つときは、このやり方では解けないということになります。なので、ここでは重解でない2つの別々の異なった解を持ったとして、話を進めていきます。で、今度この条件を確認するんですけれども、これがイコール0となるときはどういうときかっていうのを確認するために、解の公式を使ってアルファを求めます。こうなりますね。プラスマイナス。一つが U で一つが V です。で、これがイコール0になるっていうときは、こういう時ですね。これを整理します。R を約分して両辺を2倍すると、こうなって、ルートを右側、それ以外を左側にすると、マイナス P プラス 2P があるので、プラス P、マイナス S なので、プラス S。両辺を事乗して、この、カッコも外してやると、それで P と S を左辺に持ってくると P 事乗 S 事乗は消えて 2PS マイナス 2PS なので、
この時にアルファベータの分母が0になってしまう。こうなってるとまずいってことなんですけれども、元々の条件で最初に示したように PS と QR はイコールにはならないので、これはイコールにならないと。ということは、これは分母が0になることはないということになります。なので、この条件は満たしていると。次に、この条件ですね。an プラスベータが0になってるかどうか。なってるとまずいんですけれども、仮にこうなるような ak プラスベータが0となるような形が存在したとします。で、そういう時はどうしたらいいかっていうと、ベータとアルファは u と v 入れ替え可能なわけですね。なので、それを入れ替えてればいいわけです。つまり、ak プラス v の時に0になるんだったら、v の代わりに u を入れてやればいいわけです。u と v は等しくないので、そうすると0にはならないわけですね。分母が0にならない。代わりにアルファとベータを入れ替えたわけですから、分子は0になってしまいます。分子は0になってしまうんですが、分子が0になってしまうのは数学的に何の問題はありません。ただ、その時の b が0になってしまいます。bk が0になってしまうんですね。で、b という数列は1じゃない公比を、0じゃない公比を持つ等比数列なので、そのうちの項の1つが0だってことは、すべての b が0になってしまうってことですね。つまり、bn イコール0だと。bn イコール0っていうことは、すべての n に対して、an イコールマイナスアルファとなります。すべての n なので、当然、a1 もマイナスアルファっていうことです。つまり、どういうことかっていうと、問題で a1 が与えられているわけですけれども、この a1 が u か v か、どちらかの値にマイナス1をかけたもの。この場合は、A という数列はすべて同じ値で、これが一般項となります。そうじゃない場合は、この分母が0となることはない an プラス b not イコール0を必ず満たすので、このやり方でアルファ、ベータ、ラージ R を求めて bn を求めれば an が求まるということになります。では、ここで実際に問題を解いていきたいと思います。この問題です。まず、約分できない形ですね。なので、置き換えて解いていくしかないんですね。こう置きます。それで、この等式が成り立つようなアルファ、ベータ、ラージ R を求めていくわけです。で、この左辺、bn プラス1というのは、この式から、こうなります。そしてこれは、与えられた式、よ式を使って an で書き直してみると、こうなります。分母分子に 2an-5 をかけて、こうなります。で、an について整理すると、
で係数を前に出してやって、こうなりますね。そうするとこの統合が成立するように R、アルファ、ベータを定めればいいわけです。つまり R というのはここですね。アルファというのはここになります。ベータはこのアルファをベータに置き換えただけですね。で、アルファについて解いていきます。全部左辺に持ってきて、そうするとマイナスアルファと、プラス5アルファなので、全部2で割れるので2で割ってやります。マイナス1、マイナス5は4、2で割ってるので、16は2で割って、こうなります。こうすると、アルファの2つの解、2とマイナス4が求められて、10回でないので、このやり方で解けたってことですね。それで、アルファ、ベータの組み合わせとしては、2とマイナス4か、マイナス4と2になりますけれども、どっちを取ってもいいんですけども、これを取って考えましょう。そうすると、Bn という数列、アルファがマイナス4。この数列は初項ここに1を入れればいいので、こうなって、分母がマイナス2分の9、分子が2分の3となって、これはマイナス3ですね。初項がマイナス3。項比はこれですね。アルファがマイナス4なので、これもマイナス3になります。なので Bn という数列は初項はマイナス3、項比マイナス3なので、こうなりますね。あとはこれを An について解いてれば終わりです。こうなって An を左辺に持ってきて、そうじゃないのを右辺に寄せると、で An の係数で割ってやると、An の係数はこれがマイナスがついて、このプラス1。定数はマイナス4なのでプラス4。分子は2で割れて、分母はここにマイナスなのが嫌なのでマイナスで割ってあります。そうするとこうなります。でこれで N の一般項が求められたということになります。では今回はここまでです。
よろしければ高評価、チャンネル登録をお願いします。では、ありがとうございました。